ブちゃん撮るのめっちゃ久々な感じがしますね。先月のお気に入り紹介を撮影します。もう今の時期といえばやっぱ乾燥しちゃうので、まず最初にこちらのボディローションを紹介します。春と夏の期間はニベアのさっぱりタイプのボディクリームをリピートして使っていたんですけど、今それ使っちゃうと全然保湿力が足りなくて乾燥しちゃうので、こちらに切り替えました。私9月に沖縄に帰った時に実家でこのボディローションを使っていて、久しぶりに使ったら良かったので私も Amazon で注文しました。こちらのボディローションは 400ml 入っていて845円でした。すごい大容量で使えるし、やっぱ改めて思ったのがこのポンプタイプがめっちゃ良くて片手で出せるし楽だなって思ったので、これはなくなったらまた買おうと思ってます。10月の初め頃に購入して、これ1本で2ヶ月くらいは持つんじゃないかなと思ってます。あと半分くらい残ってます。ワセリンのアドバンスドリペアボディローション、ぜひ気になる方は多分 Amazon が安いと思うので Amazon で買うのがいいと思います。ちなみに香りは無香料タイプです。はい、1つ目でした。2つ目、パウダーですね。こちらグレイシーの光仕上げパウダーです。今使ってるパウダーがいくつかあるんですけど、会社に持っていくのがこちらの3のパウダーかエレガンスのパウダーを持って行ってて、毎日だけど前出勤した時にお家にフェイスパウダーを忘れちゃったんですよ。私リップもだけど、リップとパウダーこの2つかな。私の中でお家に忘れちゃったら最悪なコスメ。もし忘れちゃったらリップもだしパウダーも近くのドラッグストアで買っちゃうんですよ。その日マスクをずっと外さないとかだったら我慢できるけど、前出勤した日はちょっとテンション下がっちゃったので、休憩時間にドラッグストアに行って買ってきました。でこのパウダーが2000円くらいで、3のパウダーに比べるとやっぱり断然3がいいなっては私は思うんですけど、でも2000円でそんなに下調べせずに買った割には良かったので紹介しようと思いました。で色がベージュ系とピンクのカラーがあって、私が購入したのはベージュの色です。でこのパウダーが SPF50 PA+++++、一応日焼け止め効果もありますね。開けると普通のパウダーとちょっと違うなって思ったのが、まずここにミラーがついていて、でパフもついてて2種類色が分かれてるんですよ。下が普通のパウダーで上がハイライトになってます。今商品説明を読んでみると、自然な明るいトーンアップしたい肌に仕上げます。さらに明るくしたい部分にの上の方のハイライトを重ねると明るさツヤを演出します。この2種類分かれてるのは下の方が普通のパウダーで上にハイライトがついてるんですよ。もう実際つけてみたら、今はちょっと写りが悪いかもしれないけど、直接見たらこのハイライトの部分はめちゃめちゃラメがついてます。ちょっと触っただけでもかなりラメがつくので、顔全体に塗るのは下でちょっと明るくしたい部分はちょいちょいってハイライトを使うようにしてます。2000円くらいでハイライトとパウダーがついてるっていうので、この価格帯で探してる方はぜひこちらも試してみてください。私その日のお洋服によって出勤する時のカバンを変えたりしてるので、そのカバンを変える時にパウダーをね入れ忘れちゃったみたいです。なのでこのグレイシーのパウダーは会社の引き出しに入れててもいいなって思いました。次3つ目、こちらです。じゃじゃーん。ハンカチにも使えるし風呂敷にも使えるものです。でこれは大阪で買いました。何階だったか忘れちゃったけど文房具屋さんがあって、でそこの一角にハンカチも置かれてたので、ちょうどねお弁当を持って出勤するタイミングもあったので、こういう風呂敷に使えそうなものを探していて、この柄めっちゃ可愛いなと思って買いました。今からアイロンをかけるのでシワシワなんですけど、最近私こういうボタニカル柄が好きみたいで、これもあまり意識せずに買ったハンカチなんですけど、これはタオルか、ミニタオル。このミニタオルもねこれからアイロンかけるので洗ったばかりでまだシワがあるんですけど、ちょっと似てますね。こうやって比べてみたら新宿伊勢丹の
1階にあるお店の名前ちょっと忘れちゃったんですけど、雑貨屋さんがあって、でそこで買いました。ここ数ヶ月前からのマイブームがハンカチ集め、ハンカチとか風呂敷を集めたりするのにハマってて、やっぱハンカチは出勤すると必ず持っていくので、ほぼ毎日使うじゃないですか。だからその分ハンカチがパサパサになる率も高くなっちゃって、昔から使ってたタオル系のハンカチとかは水の水が悪くなっちゃうぐらい糸自体が乾燥してるなっていうハンカチとかがいくつかあったので、それはもうまとめて捨てるっていうか、雑巾とかにして捨てようと思っていて、で捨てる前にこうやって探しているところでした。こういうお花柄は持ってても気分が上がりますね。であとは自分用もだけど、お友達の誕生日にプレゼントしたりとか、大阪 Vlog にも載せたフェイラーのハンカチをこの前沖縄帰省した時に母と妹にあげたんですよ。でそしたら妹がめっちゃ喜んでて、ちょうどハンカチを買おうとしてたって言ってて、ハンドタオルとか、そのタイミングだったからすごい嬉しかったみたいで、こちらもこれもね、母と妹用にもう2枚買いました。プレゼント用って言ってないから値札がついてるけど、990円ですね。そう、ここのハンカチコーナーが本当に可愛くて、伊勢丹に行った際は覗くだけでもテンション上がるので探してみてください。これとあとこれはちょっと秋っぽいなと思いますね。このオレンジとかが入っててめっちゃ可愛い。で私はこれにしました。これで思い出したけど、台湾はハンカチを送っちゃダメっていうなんか文化があって、私友達にハンカチとかあげちゃうけど、台湾ではハンカチは涙を拭うとか別れの意味があるみたいで、ハンカチはダメみたいですっていうちょっとした豆知識でした。ハンカチで最近すごく記憶に残った話があって、朝出勤する時に会社までの道を歩いてたんですよ。そしたら 2,3 人男性の方と、あとおばあさんとかがなんかえってなってて、みんなが同じ方向を向いてて、どうしたんだろうと思って私も見たら、おじいさんがいて、そのおじいさんは立ちながらもうフラフラしてるんですよ。しかもただふらついてるだけじゃなくて、頭からすごい出血してて、後から知ったのはドアにぶつかっちゃって強くぶつけちゃったみたいで、そこで頭が切れちゃってびっくりするぐらい出血してて、その時いたおばあさんがすぐ自分のハンカチ渡したりとか、このおじいさん自身も自分のハンカチで頭をこうやってね押さえてたんですけど、もう全然それでも足りないから、私も自分のハンカチを持ってたからすぐこれ使ってくださいって言って渡したんですけど、その時いた私とその男性の方とおばあさん3人でおじいさんの周りにずっといて、私がその時すごいなって思ったのが、この男性の方がなんかめちゃめちゃ機転が利く方で、もしかしたらこういう経験を過去にしたことがあるのかなって、同じ経験したことあるのかなって思うぐらいテキパキしてて、コンビニの目の前だったんですよ、その場所が。コンビニの店員さんを呼んで、このコンビニの店員さんもすごい親切で、セブンだったんですけど、セブンの売り物のタオルかなを持ってきてくれたりとか、男性が何か手袋ありますかって言ってて、でその手袋もゴム手袋もすぐ持ってきてくれて、血って触っちゃダメじゃないですか。感染症とかもあったらちょっと危険だから、できるだけその血は触らないように出血を抑えないといけないから、その方はゴム手袋をはめて、みんなの分のハンカチとか、あとセブンのタオルとかも上から重ねていって、でこうやってゴム手袋をつけながら出血を止めてたんですよ。これ私もし一人だったらその判断できなかったなと思って、新しいティッシュも1箱持ってきてくれたので、それでも血を拭いたりとか、最初の方で救急車は呼んでいたので、来るまでの間みんなで止血してたって感じでした。救急車が来て、そのおじいさんは担架に運ばれて救急車の中に入っていったんですけど、頭から出血してたから起き上がらないでくださいって救急の方に言われてたのに、私たちにお礼を言うって言って、体勢は寝てるんですけど頭をちょっと起こして、こうやってなんか合図、ありがとうって多分ね合図をしてくれてたんですよ。セブンの店員さんにもそれを伝えて、で店員さんがもうあとは自分たちでここ掃除するんでって言ってくれて、そのおじいさんが
今どうなったかちょっと分かんないんですけど、気になりますよね。良くなってるといいんですけど、ハンカチを普段持ち歩くのって大事だなって思うし、緊急事態の時にすぐ行動できる人ってすごいなって思って、私ももし次同じ場面がもしねないのが一番いいんですけど、同じ状況になった時は救急車を呼んだりとか、そういう行動が迅速にできる人間になりたいなって思いました。はい、じゃあ本日もご視聴いただきありがとうございました。